ちのく一周温泉一人旅。大人の休日クラブパス1日目。ゆきひょうの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。大人の休日クラブパス。50歳を過ぎて JR 東日本の大人の休日クラブに入会するとさまざまな優待サービスが受けられます。入会方法ですが、日本国内に住んでいて大人の休日クラブのクレジットカードを発行できれば入会完了です。5日間 JR 東日本管内が乗り放題になる大人の休日パスが年3回発売されます。18,800円で東北の電車のほとんどが乗り放題です。今回初めて利用してみました。4泊5日の行程は R55 大人の平日クラブさんにプランニングいただきました。このプランは R55 大人の平日クラブさんの動画に上がっていますので、その動画のリンクを概要欄に記載いたします。動画内には他に4プランありますので、皆様の参考になるかと思います。自分は電車には詳しくないので、このプランがなかったら東北一周はできなかったと思います。1日目プラン。この動画は初日の様子です。初日は早朝に家を出て東京発6時8分の時301号で出発です。新潟に8時10分に到着し、8時22分の稲穂1号に乗り換えて秋田へ向かいます。稲穂1号は秋田に11時57分到着。途中下車は秋田でのランチのみです。稲庭うどんを食べて14時発のリゾート白神5号で青森へ向かいます。千畳敷駅では15分停車し、降りて海岸を歩きました。終点の青森駅には19時38分に到着。宿泊は青森町中温泉です。ビジネスホテルと健康ランドが廊下でつながっている感じです。新幹線ときで出発。明日は上越新幹線で新潟に向かいます。
用くださいましてありがとうございます。この電車は上越新幹線5号新潟行きです。次は上野に停まります。休日バスの方は休日バスのみを改札に通します。特急稲穂で出発。稲穂は海岸線を走る部分が多いので海が見える縁石がおすすめです。私は窓際指定席が取れなかったのでグリーン車の席を取りました。グリーン車も窓際席は残っていませんでしたが、稲穂のグリーン車にはラウンジ席があるのでそちらに座ることにしました。海が見えるのは縁石側のこちらのベンチ席です。グリーン車の座席はとてもゆったりしています。背もたれ側には壁があるのでシートのリクライニングも遠慮なくできます。この通路側の席が私の座席です。特急稲穂1号秋田行きです。まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。足元にコンセントがあるので長旅も安心です。ラウンジ席に移動します。丸太みたいなシートなので長く座ると疲れます。村上駅から渥美温泉駅まで名所笹川流れの美しい景色を見ることができます。反対側のラウンジ席は山側なので不人気です。笹川流れのあたりでは
ベンチ席には私ともう一人別の人が座りましたが、山側のラウンジ席に座って海を眺める人もいました。村上まではまだまだ内陸です。村上駅を出ました。村上駅を出ました。海が見えてきたのですが、曇りなので暗い海です。を出てからもしばらく海岸線が続きます。この日は月曜日ですが、前日の日曜日の稲穂はガラガラだったそうです。隣に座った方も大人の休日パスを利用していて、昨日からスタートしたそうです。そして私と同様、海側の席が取れなくてラウンジ席に来たそうです。一人旅でしたが、席が隣になった人、ボックス席で一緒になった人、電車を待っている間に並んでいる人たちなどとの楽しいおしゃべりもあり、とても楽しく過ごせて退屈することはありませんでした。旅行者のほとんどが大人の休日パスで旅行をしていました。最終日の只見線では
ご夫婦で飲み鉄の方と一緒になり、お酒をごちそうになって楽しい5時間を過ごしました。渥美温泉を出てしばらくすると、あとは内陸です。余目駅を出ると鳥海山が右に見えるということでしたが、曇りのせいか見えませんでした。鳥海山は学生の頃キャンプ村に行ったことがあるので、ぜひ見たかったので残念です。11時57分、秋田駅到着です。14時発のリゾート白神5号に乗るまで時間があるので、一度駅を出て秋田名物の稲庭うどんを食べに行きます。メトロポリタン口から出ます。佐藤陽介で稲庭うどん。秋田駅のメトロポリタン口から出てすぐ左に曲がれば駅ビルとピコの入り口です。3階のレストランフロアに行きます。大人の休日パスで優待があるお店もありますが、佐藤陽介は優待対象ではありません。お昼時なのでどのお店も少し並んでいましたが、佐藤陽介が一番並んでいました。15分ほど待って窓際のカウンター席に案内されました。2時間ほど時間があるので、後で外も歩いてみようと思います。宮地天せいろを注文しました。普通のめんつゆとごまだれつゆの2つが楽しめます。稲庭うどんを全く知らなかったので、食べるのは初めてです。細麺です。細麺なのですがコシがあり、喉越しもよく、つるつるとすぐに食べ終わってしまいました。ごまだれはクリーミーでした。エビ天もサクサクです。野菜の天ぷらはししとう、かぼちゃ、なすびです。魚の天ぷらはキスです。2階はお土産屋さんです。同じビルの1階に花丸うどんもありました。秋田駅前、早朝に東京を出発し、
初めて駅の外に出ました。秋田駅前の様子です。興味のない方は次のリゾート白神のチャプターにスキップしてください。駅前を散歩した様子を流します。2倍速です。リゾート白神5号。大人気のリゾート列車の白神の車両は新しい順にブナ、青池、赤ゲラがあります。私が乗ったのは青池でした。これは五能線ポータルサイトにあるマップです。電車は何回かスイッチバックをしながら青森に向かいます。その間にイベントがあったり、車内販売があったり、途中停車があります。5号ではイベントはありませんでしたが、人形劇や三味線、津軽弁での語り部などのイベント列車もあります。車内販売は楽しみにしていましたが、あっという間に売り切れになって買えませんでした。どら焼きが食べたかったので残念です。停車イベントはありました。千畳敷で15分の停車があるので、下車して海岸の散策ができました。では、14時発のリゾート白神5号に乗りに行きます。全席指定なので急ぐことはありません。ミニ SL と生ハゲの展示がありました。2番線に降ります。小鳥の鳴き声は自然の鳴き声でしょうか。正面には小鹿線の電車が見えます。リゾート白神の到着です。全席指定なので誰も並んでいません。秋田14時出発で青森の到着は19時38分。5時間以上の電車の旅の始まりです。ご乗車ありがとうございました。秋田です。お忘れ物のないようご注意ください。
広い展望席があります。乗車は清掃が終わってからです。13時45分ごろドアが開きました。この列車も窓側席が取れなかったので展望席に座ります。指定席を取る場合は A 席が海側です。展望席も A 席側がおすすめです。でも一番の特等席はこの正面の席かもしれません。この席の両サイドには充電のためのコンセントもあります。また記念スタンプとその台紙が置いてあります。入れ替わり立ち替わり、主に男性の方がここに座り、少年の顔をされて景色を眺めていました。14時、秋田を出発しました。ここは1号車で出発時は最後尾ですが、スイッチバックで先頭になります。綺麗な景色をじっくり見るために途中岩館駅を出てからと深浦駅を出てからの2カ所、5号車では徐行運転になります。男鹿半島が見えます。観光アナウンスもありました。お客様にご案内いたします。ただいま進行方向左手にはナマハゲで有名な男鹿半島が見えております。この男鹿半島にそびえる寒風山が進行方向右側の山として見えております。この寒風山の山頂には回転展望台がございます。こちらからは日本海や鳥海山など秋田の自然風景を一望することができます。またこの男鹿のナマハゲは2018年にユネスコ無形文化遺産に登録されております。新山神社では毎年2月にナマハゲ瀬戸祭りが開催されておりますので、ぜひ一度ご覧いただいてはいかがでしょうか。ただいま進行方向左手に男鹿半島が見えております。出発してしばらくは展望席はガラガラでした。お忘れ物のないようご支度ください。八郎潟の次は東の城に停車いたします。まもなく八郎潟です。東の城駅に到着。ここでスイッチバックです。座席は自動回転ではないので皆さん手動で回していました。しばらく停車するので外を出て歩きました。能代駅です。ホームにバスケットゴールがあり、停車して遊べる電車もあるようです。米代川です。線の歴史についてご紹介いたします。ただいま走行しております JR 五能線は秋田県能代市にございます
東能代駅から青森県田舎館村の川辺駅までを結んだ全長約 147.2 キロのローカル線でございます。もともと小分本線の一部でありました能代線と陸奥鉄道から国有化された五所川原線、この2本の線路がつながり、この線が誕生いたしました。次にただいまご乗車いただいております青池編成についてご紹介いたします。リゾート白神号青池編成はハイブリッド車両で2代目青池編成として2010年12月4日から運行しております。青池とは白神山地に隣接する観光地12港の一つで、青いリンクを流し込んだような神秘的な色の湖でございます。この青池の青を中心としてデザインされております。本日はこの線の旅をごゆっくりお楽しみください。ご利用いただきましてありがとうございます。リゾート白神5号青森行きです。次は秋田白神に停まります。海が見えてきましたよ。列車はまもなく秋田県から青森県へと入ってまいります。この周辺地域は津軽国定公園に指定されており、面積約2万5000ヘクタールの海岸部や山岳部、保証群からなり、昭和50年に指定された広大な国定公園でございます。荒々しい岩場の風景が続き、この線の中でも素晴らしい景色がご覧いただけるスポットです。この先2つ目のトンネルを抜けたところから、お客様に日本海の風景をゆっくりとご覧いただくため、列車を速度として運転いたします。演歌の世界だね。ああ。石川さゆり。そうそうそう。2つ目のトンネルです。かなり減速されました。2個目。と映ないですよ。ガラスにピタッとすると反射はしない。例えば平行にしかピタッてやっちゃうと、でもなんか私のボケてるそれ以前反射が減るんで、ちょっとカメラのあれなんかね、ほら色が全然違うよ。ほらカメラによって違う。あとこのガラスが青っぽいんですよ、もともと。だからこれとか青っぽくなってる。ブルーフィルムのあれをつけたりしてるから。
これが色を補正してくれるんですよ。このスマホは。なんか歌謡サスペンス劇場って感じですね。そう、2時間ドラマみたいだよね、これね。船越がいそうな片平渚。ちょっとの世界だね。へえ。こんな日本からゆっくり走ってくれるのね。歩くぐらいの。するっていうのは素晴らしいな。心があったんだね。自分の席の子行きやしね。自分の席の子。誰も来ないしね。本当だね。素晴らしい。素晴らしい。これが五能線ね。これもちろん泳げないんですよね。あの辺とか遊べそうな気がするんですけど。ダメなんですよ。危険、怖いね。危険で。ここは海水浴場にはなってないでしょうね。真夏でもダメなの。こんな岩ばっかりのところじゃ海水浴場にならないよね。でも遊ぶのにいいじゃん。怖くない？怖いよ、よしこ。怖いよ、ここ。怖いかな。そうか、海をさ、見慣れてない私たちはさ、やっぱ海って怖いんだね。そう、砂浜がないと海水浴できないし。すごい流木だよね。作品できない。あらまあ。景色でジュドさん感激するわけですよ。山形にそっくりだもん。まだもっと荒々しくない。そうだよね。日本海にしたら波穏やかだよね。よしこと山形沿いを帰った時こんな感じだったもんね。こういう感じでしょ。ね。ところ電車で走ったんで欲しいな。1枚ぐらい。お客様にご案内いたします。列車はまもなく JR 東日本で最も長さが短い東日本線路を通過いたします。全長 9.5 メートルほどと、あっという間に通過いたします。本当にあっという間でした。また進行方向左手には森山海岸が見えてまいります。象の顔の形のような岩など日本海特有の荒波が作り上げた大小の岩々が海辺に連なります。どうぞご覧ください。最前列の展望席からもちょっと撮影しました。海は左側なのでここからだと海はちょっと見にくいかな。16時25分に深浦駅到着。少し停車します。降りて撮影したりホームを歩いたりしました。18
8分の停車中、またお菓子をいただきました。反対側からはリゾート白神の一番新しい車両ブナ秋田方面へ向かっていきました。もあるんですけど、ちょっとね冷やさないと。冷房が結構ねきつかったりするから。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速リゾート白神5号青森行きです。次は仙台駅に停車いたします。Ladies and gentlemen, welcome aboard Resort Shiraki. All stations on the line is available in each car. The next stop will be St. George. ご案内いたします。リゾート白神5号青森行きです。塚浦一国通りの発車です。この列車はまもなく進行方向左に雪合崎海岸が見えてまいります。まもなく進行方向左手には雪合崎海岸が見えてまいります。海岸線の美しさはこの線の中で最も素晴らしいところと言われており、ただいま走行しております高浦駅から広戸駅までの間は蒸気機関車の時代から鉄道写真のシャッターポイントとしても知られており、リゾート白神号のポスターやパンフレットの表紙もこちらの雪合崎海岸から撮影されたものが数多くございます。どうぞ車窓の風景をご覧ください。ただいま進行方向左手には雪合崎海岸水がきれい。海岸線に近い場所を走っていきます。見ていて飽きませんでした。雨が降り出しそうな天気が残念でした。釣り人もいないよ。釣り人もいない。上下がなんかすごい釣り人だよ。あ、そう。ただ釣れない。ご乗車ありがとうございました。まもなく千畳千畳敷。発車は17時23分です。次の千畳敷では15分ほど止まります。千畳敷ではこの停車時間を利用いたしまして、海岸線のミニ散策をお楽しみいただくことも可能でございます。列車からお席を離れる際には貴重品はお持ちいただきますようお願いいたします。合わせまして道路横断の際、車の往来にも十分お気をつけください。千畳敷発車の3分前に汽笛を鳴らします。この列車千畳敷発車の3分前に汽笛を鳴らしますので、聞こえましたら列車までお戻りいただきますようお願いいたします。17時23分の発車です。発車の3分前に汽笛を鳴らしますので、汽笛が聞こえましたら列車までお戻りください。お乗り遅れございませんよう十分にお気をつけください。17時23分の発車です。ご利用いただきましてありがとうございました。千畳敷に到着です。千畳敷駅です。
人が見学におりました。天候によっては停車できないそうです。また千畳敷での停車時間が短い電車もあります。乗車される際はこの路線ポータルサイトでご確認ください。千畳敷を出て次の鰺ヶ沢駅から先は内陸に向かいます。そのため千畳敷からは自分の本来の座席に戻りました。座席です。お隣さんがいません。もうどこかで降りたのかもしれませんと思ってちゃっかり窓際に座っていたのですが、窓際席の人がしばらくして戻ってきました。3号車のイベントスペースにいたそうです。車内には観光案内のモニタがあります。お待たせいたしました。リゾート白神5号、まもなく発車いたします。ご乗車のままお待ちください。最後尾車両の展望席に座って記念スタンプを押しました。鰺ヶ沢で運転手さんの交代がありました。ここから先は内陸です。リゾート白神5号青森行きです。まもなく発車いたします。ここに15分時間があったら買いに行ってあげたのにね。ないでしょ。ないからもう出発して。
最後に車内の探検に出かけます。トイレとあっという間に売り切れになった車内販売品のケース。3号車のイベントスペース。ここで三味線や語り部が行われます。2号車は半個室です。この電車は満席でしたが、もう半分くらいの人が降りたようです。セルフレジの売店もあります。この路線はこの川辺駅までです。ここから先は奥羽本線です。次は終点青森に停車いたします。青森に到着しました。お隣さんも大人の休日バスでの一人旅の方で、青森駅までずっとおしゃべりをしてあっという間でした。今日は電車に乗りっぱなしでしたが、休日バスを使いこなしている方がたくさんいて、いろいろ教えていただいて楽しかったです。町中温泉青森センターホテル。19時38分に青森駅に到着しました。今日の宿泊先は温泉施設青森町中温泉がついているホテル、青森センターホテルです。青森駅からは徒歩8分。宿泊者は青森町中温泉を利用できます。源泉は古川温泉。青森駅前で天然温泉のあるホテルはこちらだけです。ホテルに着いてまずお腹が空いていたので先に夕食にしました。今回の旅行はすべて1泊2食付きのプランです。夕食後は温泉に入り眠りました。ホテルの動画は別で後日アップする予定です。シングルの予約でしたが、ついにグレードアップいただきました。大人の休日パス1日目はこれで終了です。2日目予告。2日目は青い森鉄道で八戸へ向かいますが、浅虫温泉で途中下車し温泉を楽しみます。そして三陸鉄道リアス線で宮古、山田線で盛岡まで行きます。最後はホテルで売られていたお土産の映像でお別れです。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。